どうも、皆さんお疲れ様です。今日はですね、キャンプ場ね、2022年、ありがとうございました。ということでね、ちょっとお酒を飲みながら、ボジョレ・ヌーボーですか、2027年の白があったんでね、お疲れ様っていう意味も込めて、今日は白ワインとですね、ハマグリ、これ、こんな感じでね、立派なハマグリがあるんで、今日は山小屋でね、ちょっと食べながら去年の振り返りをねしていこうかなと思ってます。ライブ配信でこれアーカイブでそのままね、これどうしよう、アーカイブでそのまま残したいなと思ってますんでね、ライブ配信っていうのもありますけど、ちょっと食べながらねやりますよな。こんな感じで贅沢ですよ、ね、ハマグリをやっていきます。結構なね量あるんですよ。よし OK ということで、とりあえず飲みます。ボージョレーも飲みたいけどな。これからねちょっとずつライブ配信もやっていけたらいいなっていうね感じで思ってます。最近はねショート動画ばっかりね出してて、メインの方のね動画もなかなか出せてないんですけども、キャンプ場経営というかね、よくキャンプをする YouTube とかはあるんですけど、僕はねキャンプというよりは、キャンプ場経営、キャンプ場やってみたいなって思う人とかにね参考になるようなね動画を出したりとか、やっぱりお金にならないとねできない部分もあると思いますんでね、そういったリアルなねお金の部分とかもねやっていきたいなと思います。ちょっと待ってよ。なんかせっかくだからねこのテーブルが見えるようになった方がいいんですけどね、いっか。これちょっとワインいただいてみますわね。ワインあんまりね普段ワイン飲まないんですけどね、皆さんワイン好きですか？私ね白ワインがね好きですね、飲むならね。これボジョレーの白なんて珍しくないですか？ボジョレーの白なんてあるんですかね。なんか赤ワインのイメージでしたけど。ヌーボー、ボジョレーじゃないのかな。いやいや、ボジョレーだって言ってもらったんですけどね、ヌーボーって書いてるからボジョレ・ヌーボーなんでしょうね。よくわかりませんね。ちょっとこのハマグリができるまでねしっぽりと飲みながらねやっていきますから。うまいうまい。なんかこのコップがねちょっと残念ですけどもいいんです。やっぱりこう山小屋ですから、今ここもね DIY してね作りました。まだねちょっとこのなんていうんですかこれパンチングボードを使ってね、今度はナイフの収納棚とかをね作ったりしていこうかななんて思ってます。いやいやちょっと邪魔だな。ごめんなさい、今日ねコメントとかもらったでもねわかんないんですよね。僕ねライブ配信したことないからコメントってどうやって出るんだろう。近くじゃないと見れないのかな。コメント欲しいですね。はい、コメント欲しいですねって、コメント読めないけど欲しいってどんなことよってね思いますけどね。ごめんなさい、途中ね見ながら行きますけど、今ね画面に全然見えてないんでね、うわこれどうやったら見えるんだろう。で儲かりましたか？見えました。ありがとうございます。儲かったかって言ったらですね、これじゃあ売上からいきましょうか。ズバリね年間で言ったらですね、
さっきねちょっとまとめて、夏でだいたい平均すると60万ぐらい売り上げがあったんですよ。で北海道の夏ってまあいわばまあ春、まあ4月ぐらいから10月ぐらいまでの間ですね。なので456789107ヶ月で鳴らすと60万ぐらいありますね。なのでそれで480万ぐらいですよね。であとは冬はやっぱり20万から30万なので1月2月はね20万20万ぐらいでした。去年ね3月も含めて。なので60万ぐらいです。すごい10いってきましたよ。大事なところで今540万です。それでそう、あと1112でしょ。そこも20万。今年はねキャンピングトレーラーのホビーとかね、エアストリームって言われるキャンピングトレーラー動画でもねちょっと出てくるんですけど、あっちの宿泊がですね道民ラブ割って言って全国旅行支援の対象になってたんですよ。キャンプ場で簡易宿泊の免許っていうんですか、ああいうのも取っててなったんですよ。違う、そういう許認可をね取ってたので、あれに当てはまって結構ね安く泊まれますよね、あれってね。なのでちょうど冬というのもあってね便乗値上げさせてもらったんですよ。便乗値上げじゃないんですけどね、暖房費も込めて夏は5500円、冬はね7700円ということでねさせてもらってて、まあそういうのでそうですね30万ぐらいいったんで約600万売り上げありました。600万円すごいですよ。600万ですよね。これね一人でやってたらだからいいんですよ多分。でまあ設備費とかをどこまで計画によるんですけどね、経営って7年とかで例えばトイレって400万かかったんですけど作るのに、その400万をまあ分割した考え方ですよね、減価償却みたいな感じなので、まあそういうものも7年で言えば72ヶ月で割っていく計算ですかね。50年であれば60ヶ月で割っていく計算で経費にしていくっていう感じなので、まあ例えばトイレの400万円とか、まあ他にかかった設備でまあ500万とかね、まあ言ってしまえば結構2000万とか3000万全然かかっちゃってるんでね、まあ3000万ぐらいかかってるのを60ヶ月で割ると1ヶ月あたり50万経費かかる計算になりますよね。そしたら12かけたら600万なくなっちゃうっていうことなんで、まあ僕はね10年ぐらいのスパンで見てるんですけどね、そういう設備の部分っていうのは。まあもちろん減価償却って言ってね耐用年数があるので全てに当てはまるわけではないんですけども、まあそういう経費、初期経費、っていうのと、あとはもちろん人件費ですよね。人件費もかかりますから。あら、これ開くのかな、ハマグリ。ハマグリって開かなかったら悪くなってるってことですもんね。熱いな。ちょっと熱いんだよね。あれです。ここにこうやってアルミホイルを挟めとくっていうね。そうすると多分少しいいでしょう。なので人件費もうちは実はね20万20万20いや25万とかね給料出してたりとか、もちろんね実はね僕たちの TCS ビレッジっていうキャンプ場はですね障害者の施設の一環でやってるんですよね。一環って言ったらあれですけど、その重度な自閉症の方とかね知的障害の方たち、そういう作業所みたいの施設で働けない方たちいらっしゃるんですよ実はね。僕らね僕もそういう福祉の仕事してるんですけども、それで働けないって言われてる人たちの仕事を作りたいっていうことで、まあちょっとその言い方がね悪く聞こえないでほしいんですけど、例えば規制を上げてしまったりとか走り回ってしまったりとか、そういうやっぱりその障害を持ってる部分でなかなか働けないよっていう人とかでもキャンプ場だったらねいいじゃないですか、大声出したってね。嫌なことあったらね走り回ったって、まあ嫌なことっていうかね困ったことがあったりするとねそういう
予想つかないようなね行動に出てしまうっていうのがあるんですけども、まあそういったものもきっちり教えてったりとか、困らないようにするとですね、黙々とずっと巻き割ってくれたりとか、まあそういったようなねことをしてもらいたいなっていうことで、実はねキャンプ場の売り上げっていうのはその人たちの給料にするように僕らしていってるんですよね。でこれからももっともっとそういう、まあ、全国からね、障害を持っている方とかをね受け入れたいなと思って、で僕らはそういう人たちの住む家をね作ってたりとか、まあそういった方たちの病気をサポートするような医療の方のね授業もやってたりとかするので、すごくこう安心してね受け入れってできるような体制僕ら取ってるんですよ。なのでもし皆さんね見ててね北海道じゃなくても、まあ北海道ももちろんですけども、知り合いにねそういった方いるよっていうことがあればね、ぜひ相談してくれればね、うちのキャンプ場で働いて、そして家にね住んで、そういったサービスを受けながらね自立生活を練習していくというようなねこともできると思うので。お、ちょっと待ってよ、貝が広がりました。とうとうハマグリが今一番いい話してましたよね僕一番いい話ってねあんまり興味なかったかもしれないですけど、そう、その福祉の方と併用した実は人件費なんですよ。なので僕自身もねキャンプ場専任じゃないです。僕は鍼灸師ってね針とか打ったりね体治したりするうさんくさい、資格ですよ。でもね僕自慢とかになっちゃうんじゃないんですけども、オリンピックとかも行ったことあるんですよ僕実はね。って自慢かよっつってね、いやいやうさんくさい、ちょっとうさんくさいっていうぐらいになりましたよね今の話でね。実はそういうスポーツトレーナーもね、サッカー選手とか野球選手とかもねうさんくさそうにやってましたよ。いや今でもちょっとやってますけど、そうなんです。そうやってねみんな本業にしてないんですよねキャンプ場を。その代わり土日とかねそういう時はもう専業でやってるんですけど、他シフト組んでね他の業務やってます。会社でやってる部分もあるので、僕も会社を経営してるんですよね。なのでそういった管理業務だったりとかね教育だったりとか、まあそういうのもやりながら、そして普段は一緒に DIY をしたりとか、一緒にキャンプ場の清掃をしてみたりとか、また薪を割ってその薪をね置いとく場所、薪割り台のところまでね薪の棚のところまで置いておくとかっていう、そういう練習を考えてみたりとか、ね、丸書いてみてね、その赤丸から今度青い丸の方に移すとかっていうね、そういう視覚的に分かるようなことをねやってみたりとか、そういうようなね訓練をねキャンプ場で一緒にやってるっていう感じですかね。動画でメインの方のね TCS ビレッジっていうメインの方のチャンネルではね、なんか面白おかしくメンバーでねキャンプ場の隊員たちでーすみたいなね感じでやってるんですけど、実はねみんなそれぞれのね専業ではなく兼業でやってます。編集者のマサとかはね会社の広報とかね会社の事業の方の動画を作ったりっていうこともやってたりとか、ホームページ関係だったりねロゴだったりっていうのを作ってたり、隊長とかもね事業の管理部隊をやっていたりとかですね、ヒロムもまた今度違う福祉施設の方の勤務をしていたりとかですね、まあいろんなもろもろ出てくる人たちは実はうちの会社のスタッフなわけですよ。なのでこうやってみんなでね楽しくやってますよ。いやこれ厚さ全然良くなったなさっきより。これいいな。でねお皿とかここ用意してないんですよね。いやあるかな、あるかもしんないけど、やっぱりねこれですよ、ハマグリ。いやこれ熱そうだな。何かね質問とかがあればぜひぜひって感じですけどね。で儲かったのかしたらもうキャンプ場では儲かってないですよ。だからねそんなに
もう難しいですよね。何をもって儲かったかっていうのがね。僕らからしてみたら会社の事業の一環で、そっちの方で利益はもちろん出るので、キャンプ場も込みで福祉事業部の方は大きく黒字でしたということですよ。なので、この動画で伝えられるのは、売上が600万っていうのは伝えれて、で、これ一人でやってれば、月2、30万、給料取れるんじゃないですかね。うん。で、1000万以内に、設備資金を抑えることが大事だと思います。それを5年間の計画で。なので、大体、毎月15万、20万が、その最初にかけた経費として見て、毎月それを、差し引いていくような考え方ですよね。そうするとね、残りの金額っていうのは、作っちゃうと。電気代ですかね。うん。美味しい。これ。北海道ってね、このアサリないんですよね。あんまりこう有名っていうか、大きいのがね。うん。千葉県とかですかね、アサリって。いや、違う、アサリじゃない、ハマグリだ。ハマグリ。いや、ハマグリやばいな、これ。こんなね、感じで。うまい。で、ボジョレーを行くっていうね。お酒、ワイン飲んでにやけたの初めてかもしんない。そういう感想です。美味しそうな感想ですよね。美味しそうな感想って。そんなやったことないですから、食レポ。でもね、思わずね、このハマグリを食べ、ハマグリアサリや、ハマグリか。ハマグリ食べて、この白ワイン飲んだら、ニヤニヤしちゃいました、思わず。こりゃいいわ。もうちょっと飲もうかな。これ1本開けれるな。ね、いいですよ。キャンプ場。いや、皆さんキャンプ場興味ありますかね？キャンプ場ね、ロマンありますよ。本当に楽しいですよ。すごく楽しい。何が一番楽しいかってやっぱりね、来てくれたお客さんとかね、子供も含めてですけども、やっぱりね、喜んでくれるといいですよね。で、接客もしてるし、接客ですよね。接客してたらやっぱりね、なんかみんなと遊んでたりね、そうしたら、ご飯作ってくれるようなキャンパーさんもいてね、ここぞとばかりおごってもらうっていう、ことしてもらってるんですけど、ありがたくいただいてるってことですよね。本当にありがたい。本当に美味しいんですよ。だからその、働いた後のご飯ですから。でね、またキャンプ飯ね、皆さん美味しそうなの作るんですよ。ほんと参考になりますよね。そういえば、そのギアも、ランタンとか、バーナーとかね、冬だったら薪ストーブ、テント、いわゆるそのキャンプギアが、いろんなものが見れて、お腹いっぱいになるんですよ。僕もキャンプギア好きだったんですけどね、いろんなキャンパーさんのね、キャンプを見てると、お腹いっぱいになります。すごい参考になるっていうんですか？自分がこれ買おうとかね、思ってたやつ持ってて、いいところとかね、デメリット聞いてみたりとか、すごい参考になります。本当に。それがいいですよね。キャンプ好きにはたまらないですよ。あと、もどかしい部分もありますよ。なんていうんですか。今日はキャンプ日和ですごいキャンプしたいなって思ってるんですけど、キャンプできないって邪気にできないじゃないですか。俺キャンプしてますからみたいな雰囲気出せないんでね。そういうのは仕事だからちょっとね、キャンプしたくなるなっていう日はね、
たまにありますよ。でもまあそれでもね、全体的にやっぱりキャンプ場にいるだけでね、楽しいですよね。僕外好きなんでね、外大好きチャンネルっていうのをね、目指してますから。キャンプだけに限らずね、こうやってね、家じゃないところでご飯をこうやって食べると、山小屋で。塩味すごいよ。いや。で、ワイン行くと。うわ、うまい。うまいわ、本当に美味しい。もうちょっとやりますよ、これ。どうですか？でかいでしょ、これ。でかいんですよ。どうやったらこんなにでかくなる？これ、おばあちゃんのおしっこをするやつのシートじゃないかな。いや、そんなこと言わない方がよかったか。違う。吸水シートって言うんですか？吸水シートでした。間違えました。介護もね、やってますから、私。おばあちゃんの吸水シートだよ、これ。ね。こんなところでも役に立つというね、万能な商品になりますからね。ぜひ概要欄から、お気軽にね、買ってください。乗っけときますから。吸水シート。でもね、これね、これペット用か。僕もね、鹿も、狩猟もするんですけども、肉をね、こう、熟成させるとき、これに巻いてね、置いとくとね、なんていうんですか、汁ですか？肉汁？赤い、ドリップ、鹿。あれがね、全部吸い取られるから、すごい便利なんですよ。いいですよ、だから。ものすごく。ちょっと、これを、ずらして、せっかくだからここにね、こういう感じで、やっときましょうか。いいじゃないですか、これね。いや、うまくいかないな。いいや。ここにテーブルあればよかったな。YouTuber っぽく。そんなのいいか。いや、そうなんですよ。あった方がいいです。これをすぐね、持ってきて、こういうことだ。こういうことでどうですかね。うわ、牡蠣じゃなくてハマグリ見えなくなっちゃったね。こんな感じで、これいいでしょ。この画角、最初からやっときなさいっつってね。いや、暑いな。あ、分かった。ここにタオルをかけとけばいいんだ。こうやってタオル、雑巾ですけど、これ。いや、これやっぱりコメントが見れるのかな。これさっきピュンと出てきたけど、もしかして誰もコメントしないとか、寂しいなそれ。いいんです、いいんですよ。全然いいですから。せっかくだからここにね乗っけて、おっと、ここ価格これ皿がないですから、アルミホイルでね。いいですよね。キャンプの時も僕結構アルミホイル多用してるんですよね。器とかあるんですけどね、アルミホイルとかサランラップですか。うわ、このハマグリとかね、このアサリ、これ大きいでしょ、これ。大きいんですけどね、たまにちっちゃいのあるじゃないですか。開けた時ピュンみたいな、もうって、それが一番ショックです、私。ってなっちゃうやつありません？そういうの。ホタテはまだね、でかいからいいんですけど、アサリかな。アサリとかハマグリ、あとカキも結構こんなでかくてね、焼けるかななんて思ってて、パッと開けたらもうなんかもう親指ぐらいしかないようなカキある人いますよね。います、はい、絶対その経験あると思います。
あれはショックだな。なんか1個200円とかしてね、スーパーとかで買った牡蠣楽しみにキャンプ場に持ってったら親指ぐらいしかなかったっていう牡蠣のあるあるですよ。はい。うん、うまい。この貝柱って全然取れないんだけど、貝柱いい方法あるんですかね、取るの。うん、うん、いい。これはいいです。うまいな。いや、ハマグリ、待って、これなんだっけ、ハマグリか。ハマグリ美味しいな。これ蒸しても美味しいんだろうな、きっと。酒蒸しみたくやろうかな。酒蒸し、酒蒸し、そうか。このビール、これクラシックって言ってね、札幌クラシックって皆さん道内の人見てくれてるのか、道外の人なのか、北海道外の人なのかわかんないですけどね、これ北海道限定のねクラシックビールって知ってます？これ好きでね飲んでるんですよ、いつも。美味しいです、これ。いやー、どうしよう。あ、いいのあった。これだ。これです。ようやくキャンプチャンネルっぽくなってきました。これです。これだな。あ、この一番下のがいいじゃん。これにこれっていうことですね。このなんていうんですか、これ鍋セットみたいなやつ。この中にこれ4、5、6、7個ぐらい入れようか。日本酒ないから、これワイン入れてもいいんですよね。あ、男の人だけか見てんの。女いや、男でも知ってるっちゅうねんっつってね。ワインでもいいんですよね。うん。いや、女の人見てたらどうしよう。緊張しちゃったな、急に女の人見てると思ったら。ワイン入れます。ボジョレーですから、白のボジョレー。よし、これをここら辺に乗っけとくか。こういう感じですか。いや、こっちだな。こっち。こういう風にして置きましょう。これで酒蒸しも作ってね、やりますか。いや、熱い。熱い。ちょっと離れてね。こんな感じでいいですよ。ワイン。何かね、質問があれば随時ですよ。随時。今日はライブ配信でね、やらしてもらってます。ライブ配信もこう一人でね、やるっていうのは難しいですよ。ワイン。これ、蓋が閉じたままでした。何やってんだって。恥ずかしいぞ、本当に。でもちゃんとマネージャー、ちゃんと言ってくれよ。マネージャー。一人ですけどね。昔ここに住んでたおじいちゃんがね、多分その辺に見えたんでね、マネージャーにしました、今。おじいちゃん。おばあちゃんか。頼むよ、本当に。本当に出てきたらどうしよう。ね、そういう冗談はね、ほどほどにしなさいということです。ビールが好きっていうね。ワインはやっぱりその料理との相性ですから、料理ができるまでちょっとおこれも来ましたよ、ね、これも大きめです。よかった、大きめで。ほんとちっちゃかったらショック受けるからな、こういうの開けた瞬間親指の柿ね。
ありません？経験そういうの皆さんないですかね？うん、うまい。もうね、このアサリのこの塩の味とこのワインのこの甘さ、うんっていうことです。これがうまいって下手くそかってね、下手なんですよ私、そういう食レポっていうのがね。これコロナの灰皿いいでしょ。なんかこれね、沖縄で買いました。どこでも売ってるんですね。よし、皆さんもお酒ね飲みながらでもね聞くようなもんですから、そうでね、キャンプ場今ね、これから今1月じゃないですか。また寒くなってきてね、マイナス10度ぐらいの時に今度ねアイスドームつって氷のドーム作っていきますから、それはね流行りますよきっと。実はキャンプ場で僕らね、冬の海外のインバウンド、海外の人たちに来てもらいたいっていうね願いもあるんですよ。ごめんなさいね、おタバコをちょっと吸わせてください。そう海外のね、そういうシンガポールとかタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、マサラッポなんつってね、サワディーカップ、ね、そういう海外の人たちとねコミュニケーションをとってやれたらなぁなんて思ってます。バンってね、今おばあちゃん来たかも。やっぱりマネージャー静かにね。大丈夫か、怖いな。そうなんですよ。そういう人たちも気軽にね来れるようにねしていきたいなって思ってます。はい。このストーブがちょっと熱すぎるのかな。豊臣ですか、これは。豊臣の大きいやつ、これ一番。これテントの中入れてたらもう暑くて寝れないですよきっとこれ。おお、いたいた。皆さん冬キャンプやりますか？冬キャンプやる方はやっぱりこういう灯油ストーブ持って入れてるんですよねきっとね。一酸化炭素中毒には気をつけてくださいなんですね。あれちょっと下開けとけばね、まあギリギリ大丈夫です。おお、醤油垂れてる。ティッシュがないんだよ。あるかどっかに。大丈夫か。今ねここにねいろいろかっこよくねしていきますんで、ライブ配信仕様にねここを変えていこうかななんて思ってます。それでもっとねキャンプ場開拓員っぽくねやれたらいいなって思ってますよ。井戸もまた掘って、夏はね新しい方の今キャンプ場リバーサイトっていう方のね川ある方を作ってるんですけど、そっちもね今井戸を掘って、で来年炊事場を作ったりとかね、そういうこともしていきながらっていうのと、今の現在の1個目のキャンプ場にも今度バンガローをね建てるんですよ。バンガロー2人用のね、2段ベッドとちゃぶ台ぐらいしか置けない、もう本当に2畳とかね、それぐらいの大きさのバンガロー、ちっちゃいバンガローですけどね、1棟6000円、5000円、6000円、そしたら2人で来たら6000円、3000円ずつか、いいんじゃないですか。もうなんかテント張るのめんどくさいなっていう時とかね、雨が降ってるけどキャンプなんとなくしたいなっていう時とかね、非現実的なその外でねちょっと飯食って、いつもと違うとこで寝る、寝袋でちょっと寝るなんていうね、そんな感じのね時に雨降ってちょっと面倒くさくても来れるようなねキャンプ場にしたいなって
うまい。この貝柱見えるかな。貝柱どう硬くて取れないんだよな。あ、これ歯に挟まるやつだ。歯に挟まったら取れないですよね、貝柱ね。僕結構貝柱を貪欲にね食べようと思ってね、あれですよ、取れなくなること多いですよ。これちょっと熱すぎるから画角をねちょっとごめんなさいね、ずらしますから少し。これをこれゆっくりやんないとね消えちゃいますから。こんなもんでいいですかね。よし、こんなもんしとこう。こんなもん。よし、これでも熱いぞ。今日ねスキー行ったんですよ、運動しに。だからちょっとね中厚着してるっていうね。よいしょよいしょ。明日から仕事か。いや今日も仕事でしたけどね。よし、今日は成人式ということで、自分のもしかしたら娘さん息子さんが成人式だったなんていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。感動ですよ。自分の息子が成人式になったって。私もね今年で35歳なので約15年前ね成人式行きましたよ。皆さんも行きましたよね、成人式ね。その時からもう働いてたんでね、私は。次の日つらかったな。お酒飲んで朝まで飲んでてそのまま仕事行ってね、迷惑かけたな。ちょっと待ってよ、酒蒸しいいんじゃないかな。あ、これ溶けるな、大丈夫か。ちょっと待ってよ。あっち、うわすごい。これいいですよね。これ全然見えないか、ね、こんな感じで美味しそう。すごい汁出るんだ、あさりって。すごい、なんか焼くよりいいかも。うわあいつ。よしよしよし。これちょっと酒蒸しバージョン、ワインですか。ワインバージョン食べますね。うまい。ワインバージョンもいいな。ワイン、日本酒の方がいいかも。うまいって言っとけそこっつってね、正直だから言っちゃうんですよね。なんかね、ワインよりやっぱり日本酒の方がいいかも。あ、分かった、沸騰してないからアルコールが飛んでないのか。ちょっとそんな味がします。美味しい。でもね、そういうことですよ。でキャンプ場は儲かんのかって、もうそんなに儲かんないんですよね。やってる人儲かってんのかな。でも儲かるためにやってないんですよね。キャンプ好きだから。まあ楽しくね、自分の行って働いた時にお金がもらえるみたいなね。なんかアルバイト、どうせアルバイトするならキャンプ場でアルバイトしたいなみたいなね、それをこう作れたみたいな感じですかね。よかったな、リスク背負ってお金かけてね作ったっていう意味ですよ。トータルしてみたらね良かったですよ。あんまりお金も必要だけど、生活していく分ぐらいは稼げると。
あとはやっぱり単価とかを見直すべきかもしれないですね。単価。やばいやばい。焦げちゃう。単価を見直してしっかりとやっていくということは大事かもしれないですね。よいしょ。また2つ焼き。こっちはまあ安いっていう意見もあるし、まあ高いっていう人はいないですけどね。2200円なんですけどね。どうですか、高いと思う人いますかね。2200円なんかでも高速道路からもね、車で10分ぐらいなんですよ。だからね、アクセスもいいし、子供たちとも遊んでくれるし、ありがたいよなんてよく言われてね、嬉しいですよね。だからまあかといってね、なんかやっぱりね、安い方がいいじゃないですか、使う側からしてみてもね。なのでまあなんとかこの値段でやっていければいいなとは思いますけどね。よし。キャンプ場って皆さんに聞きたいんですけどね、なんで皆さんキャンプしますかね。よくね、ツイッターでも僕書いたんですよ。そしたら四季折々その変化を感じるのが好きですっていうのとかね、仕事頑張れますとかっていうのとか、現実逃避するとか、まあなんかね、みんなそれぞれキャンプの楽しみ方ってあるんでしょうけどね、なんか人それぞれの意見あって、まあ、参考にしたいなって思いましたね。そんな感じで、キャンプ場は儲かるんですかって、そこそこですっていう答えですよ。で売上は600万ぐらい、1200坪、12組限定です。だから車はだいたい12台から15台ぐらい入るようなキャンプ場ですね。それ以上はそんなに入れてない。あまり詰めてねやるのもあんまり好きじゃなかったんでね、ちょっと程よい感じということで12組としてますけど、まあ入れようと思ったら20組ぐらいね、もしかしたら入るかもしれない。うまっ。なので皆さんぜひね、キャンプ場に興味があるという方はね、ここまでね、メッセージもらえればご相談に乗りますんでね。銀行融資、そういう課題もありますよね。まあ、そういう融資の部分や、まあ、許認可関係、まあ、そういったようなものもね、まあ、今後ねそういうのもね動画にしていければいいなとは思いますんでね、まあ、あとはこういうライブ配信とかで定期的にコミュニケーションを取っていければなと思いますんで、今日は皆さんありがとうございました。こんな夜遅くまでねありがとうございます。明日からも仕事頑張ってやっていきましょう。ありがとうございました。ではまた。よしっていうことでね、これ手動で切るっていうねことですから、そしたらまたありがとうございます。